つけ汁にはね、いろいろ入れてる。鴨肉、それと鶏肉も入れ、それにニンニクも入ってる、玉ねぎも、それは全部火通してミンチにして、これは秋田県の稲庭、40年前に秋田の田沢湖で知り合ったわけ、この会社とはね。これだと思って、それでそのままそれを使ってるから、作り方とかは作り方が違う。何しろ4日かかんない。たぬきとまるっきり違うね、作り方がね。たぬきなんていうのはもう生麺で使うじゃん。そうすると時間かかんないんだよ。これは全部手のでこういろいろ巻きつけたりなんかしてね、それで最後伸ばして。茹でて何秒美味しいのはもう1秒1秒で味が落ちている、お客さん顔見てから茹でるわけ、絶対茹で鍋できないし、だから流れ作業にして茹でてお客様に食べてもらうって感じでね、流れていくようにしないと、暇でボツボツやってると美味しいのができない。スタッフさんはじゃあ全部でね、13人お客さん待たせられないからね。数は、300から400かな。夜まで手回らない。20年ぐらい。結構もうずっとやってらっしゃるんですね。これスープの中に入れるやつです。すごい量ですよね。これ400人分ぐらいです。へえ。このネギは2日分。これはネギトロ。これマグロのゼラチンを取ってある。細かく刻んでバラチラシに。うちは稲うにゃうどんだけじゃ物足りないからご飯をつけて海鮮と8種類サーモンも使ってるしタコも使ってるしね。なんで海鮮丼にしたかって、普通うどんやったら天ぷらじゃん。盛岡行って冷麺食べたら必ずマグロがつくんだよね。そうか、麺にはマグロかってね、海鮮丼。もういくらが高くて買えない。鮭が取れないからいくらが出ない。少しずつ上げてるけどね、間に合わないよね。すごい量になりましたね。まだ今日は少ない。多い時はもっと多い。今日は何時ぐらいから？今日は4時半に出勤、5時半までまかない作り、まかない12名が食事するスタッフのまかない。毎日朝4時半から。毎日4時半か寝るのは何時ぐらいですか？ら。寝るのは8時かな。この生活を何年ぐらい続けてるんですか？ 45年、仕事以外趣味を持たない。趣味に走ると仕事がおろそかになる。あくまでも仕事。
優先だから息子にも未だ小さい頃遊んでもらえなかったってことを言われるこれまかないですか？まかないすごい豪華ですね。マグロ一番いいところですトマトの花選んで分かる美味しいこれで4500円それまかないだよちゃんとしたまかないを作るっていうのはそのご主人のこだわりなんですか？そうまかないは最高に美味しいお客さん以上に気遣うスタッフがあってのお店だからコシが強いですね。すごく。美味しい。
かです。ツルツルでもちもちで。念願ですね。いつも並んでるので入れるチャンスあるんだろうかって思ったんですけど、他のお店で食べてるよりちょっと食感が違う。つるっと入っちゃうので、小で 300g って見たらちょっとビビってたんですけど、つけ麺のお店とかそうですから、ただこれだったらスースー入っちゃう。そうでもやっぱ多いな。茹で上がりで小で 300g、中で400、大で500、小の方も満足いくように。お昼はいくらって決めてるでしょ皆さん。その料金でも満足いくように。重労働なんですよ。そこは若いもん。たまにやるけどやっぱりきついですよ。ざるうどんとわらしらす。私はざるうどんとマグロ丼です。選べて楽しいです。今日はマグロ丼をいただいてます。何回か来て一通り今回ってる形で意外とこれが美味しいので私は気に入って食べてます。すごい魚介の種類も多くて、こんなに豪華なランチをお昼から幸せだなと思います。12月まではなめこ、それで1月から4月いっぱいが火の通る、5月から10月までがみょうが。好きだったんですが、このめんつゆに初めて来た時感動してハマりました。普通のお醤油仕立てのめんつゆとかで食べるのはあったとしても、これがすごくびっくりして大好きになりました。なめこ入ってて栄養もありそうです。絡むから美味しい。僕の田舎宇都宮、北関東ではね、うどんでもそばでもね、きのこやなんか入れて、あったかいね、つけ汁で食べるわけです。それで東京でやってみたら全然ダメなんです。
東京の人に合うつけだれを作んないといけんのか。これが大変だ。東京の人に合うように濃い味、汗かいてこうそこに欲しがるつけ汁を作った。一生懸命働いた後にね食べるねつけ汁をね。元自衛隊、自衛隊にいた。もともとこういう仕事が好きだった。自衛隊4年いて辞めてこの道に入ったので、最初天ぷらに憧れたってんじゃないけど、最初にやったとこが天ぷらとうなぎの店。せがれが小さい時に火山湖に行って食べたのが最初。その舌触りが美味しかったですよね。うどんの舌触りでこんな美味しいうどんがあったのかと思って、ぜひ東京でもやりたい。あの頃あんまりやってなかった。稲毛うどん高いってイメージがあったからね。それで天ぷら屋やめてうどん屋の会社と余って本当に今でも毎日食べてる。技術とかもどうやって学んだんですか？あ、うどん？うどんを例えば自己流。でもね、来てくれた人にはね、お腹いっぱいになるようにね、出して。広めるとね、味がどうしてもね、ばらつきが出ちゃうからね、増やしたくないんだよね。毎日作るのが一番美味しいんですよね。大量生産じゃなくてね。仕事辞める気しないし、続けられるならね、いくつまでかわからないけど、仕事と心中かな。僕がいなくなったら息子は息子なりのやり方でやるんじゃないかな。今は僕の言うこと聞いて僕のやり方でやってるけど、別に後にね味を残そうなんて思わない。息子の代になった息子の味